こんにちは。おっすおっす。スーパーロボット対戦30縛りプレイ、やっていきます。縛り内容はスーパーエキスパートプラス、改造、精神コマンド、パイロット養成に一部の縛りなどなど。詳細は概要欄を確認するか、#0の動画をご覧ください。ということで前回、異世界から帰ってきたマジックナイトの3人を仲間にしました。戦闘力の高いヒカル、HP 回復などなどサポートプロのふーちゃん、賑やかしの海ちゃん。海ちゃんに未来があるかは、どうでしょうね。さてそれぞれにまず底力を覚えさせましたが、ふーちゃんにはレスキュー技能、ヒカルには SP 回復を別途要請で追加。レスキュー技能の効果は、修理の場合は回復量 1.5 倍と修理の射程が2になります。そして SP 回復をつけることで毎ターン追加で SP がプラス10回復します。これにより毎ターン15回復するので、必中消費が15のヒカルは毎ターン必中が使えるようになります。毎ターン確実に攻撃を当てられる。これほど嬉しいことはない。まあこれ直感じゃなくて必中なので、ある程度敵の攻撃を食らってもなんとかできるやつ限定なんですけどね。HP 回復とエネルギー回復があるおかげでできると言っても過言じゃない。ということで今回向かうのはもう一つの異世界からの来訪者のところ。どうでもいいんだけど、アリススプリングスって言われると、コロニーのうちたちでしか思い出せない。ファングワン、了解。戦いは数だよ兄貴。ジャローデクは大国なので、こっちの世界のドライストレーガーだけに数をぶつけていいわけではないのです。ところでここってどこなんですかね？こっちの世界？それとも向こうの世界？というのもドロテオさんは前回のステージで機体だけ投下して帰っていったりしていたので、ケルヒルトと合流したりしてるあたり、さすがにこっちの世界なんですかね。割とこの部隊中学生ぐらいの人しかいませんけどね。そういう意味では今作はスーパー系に巻き込まれ系主人公が多いのかもしれない。つまりも粉は非常食。おでこの赤いのが梅干しに見えてくる。もこな対イズル。ゆるいのはどっち？否定してないあたり、イズルの方がゆるい説出てきてる。そしてついにもこなの言葉を理解してしまった男。あまりにも早かった。ロボットが並んでるところを見て目を輝かせて感動する人。パッと3人ぐらい出てくるな。そのうち1人はこのゲームしっかりいるんですけどね。どっかの SRX チームのやつ。名を作った理由は既存のものだと身長が足りなかったから。子供が車運転しようとするとアクセルに足が届かんやん。じゃあ届く車を作ろう。そういう発想。そして今日もやられ役のジェガン君。逆者愛好の宇宙世紀ガンダム全部のやられ役になれる最強機体。というかしっかりシルエットナイトの情報は掴んでるんですね連邦軍。戦闘はしてたとして、機体情報とかどうやって掴んだんだろうか。
ということで今作の L 君たちは完全にこっちの世界に飛んできちゃった異邦人です。でもこっちの世界に飛んできた方が嬉しそうなんですよね、この人の場合。剣と魔法の世界を好むか、戦闘用の乗り込み式ロボットが反映してる世界を好むか。ロボットオタクとしては難しいところです。でも気持ちは痛いほどわかる。ということでシナリオスタート。こちらはエルトキッド、アディの2機のシルエットナイト。敵はジャローデク軍です。スパロボ初参戦となるナイツ&マジックの機体たちです。そしてこのイカルガがエルが作ったヤバいシルエットナイトその1。例えて言うなら陸戦しか想定していないナイトメアフレームが、急に空を飛んで空戦を始めたコードギアス2機のグレンとかランスロットみたいな。それに伴い色々なものをぶっ込んだ機体。L しか乗らないというか、L しか乗れないタイプの機体です。ランスロットを自作して自分で動かしてるみたいな、そんな感じ。ジャバに恐れる兵など、ジャローデクにはいない。狙いつけ、放て。ナイトランナーの腕が足らねえな。ジャローデクの連中はしつこいんだよ。ミシレジャベリンを使うチャンス。よっしゃ、発射だ。ダーバは荷物を引いていればいいのだ。ちなみにこっちのツェンドルグも L が開発した機体です。というか世界のシルエットナイトは100年前とかに設計されたものが最後だったので、基本的には大体 L が設計した機体です。なんなら敵のティラン島も、元を正せば L が作った機体が盗まれたところから来ているわけで。ということで逃げてたら味方部隊合流。レビテートシップは簡単に言えば空飛ぶ船。前回ブルーホールから出てきたやつです。そして早速出撃機体に迷ってる。アサギか夜中海ちゃんか。ぶっちゃけ誰出しても大して変わらないから悩んでるとも言う。レイアースの世界セフィーロとナイツ&マジックの世界は同一の世界です。どちらも剣と魔法の世界。まあシルエットナイトっていうロボットの有無はあるけど。ということで運命だったようです。三つ葉ですらなんなのってなるこの。なんならフレメビーラでシルエットナイトを初めて見た時より感動してないだろうか。一体巨人がいたけどな。でも正義のヒーローであることは間違いない。知ってる人がいるのはおまけです。相変わらず自分の欲求に素直です。これがアレクシスセンサーか。別世界から来たやつを探知できるアレクシス実は超有能では？ウルトラです。こちらの話らしいですが、要するにそういうことです。ということで味方と合流して再度戦闘開始。怪獣の増援が出てきました。ヒーロー&エネミー。そういうことでしょうかね。出てきた怪獣はグールギラスとデバダダン。以前戦った時同様、射撃武器主体の機体たちです。なのでとりあえずレッド5とローズ3を突っ込ませておきます。防御シールドでなんとでもするでしょ。格闘武器あるかないかだけで差がすごい。さてすごい今更ですが、シルエットナイトはがっつりリアル系の機体性能をしています。機体サイズが小さめで運動性が高く、走行と HP が少なめ。はいもうお分かりですね。この縛りでだいぶ困るやつです。敵の攻撃は被弾前提。当たってからどうするかが求められる縛りプレイです。なんならこの L 君とイカルが、どちらもヤバい固有能力ばかり持っていてクソ強いんですが、諸事情重なりまくってなかなかにこの縛りでは運用が難しい機体となります。
決して弱くはないんですが、元を知ってるとってなっちゃう感じ。まあ直感を最初からしっかりと持っているので、別に戦えないかと言われるとそんなことはない。なおお察しの通り、通常プレイでは死ぬほど強い機体の一機です。さすがのバランスブレイカー度合いです。転生前提で進めるな。一回経験しちゃったので、本物のロボットと戦っている。切れ味をご覧ください。それバカなバカな。はい、そんなわけでイカルガです。この機体ですが、先ほども言ったようにとにかく専用の特殊能力満載です。パイロットの分の特殊能力合わせてその数4つ。しかも全部が漢字なので、なんかよくわからない。そんなわけで一つずつ見ていきましょう。まずは L の特殊能力。持っているのは高位演算能力と銀王騎士団長。高位演算能力は自分の技量が相手より高い場合、余ダメ 1.1 倍、最終命中、回避率がプラス 15% されます。はい、まず一番の問題点。前回プレッシャーという技能に触れた際に言いましたが、基本的の方が技量が高いです。レベルが20も上ですからね、仕方ない。なのでこのクソ強スキルですが、実質死にスキルになります。技量プラスなどで盛るのもダメなので、発動することは多分ないと思う。そして銀王騎士団長。自分フェーズ開始時気力がプラス3、獲得 PP が 1.2 倍になります。雑に便利。気力必要な武器が主力兵装なので。はい、そしてここからイカルガの特殊能力。総王機関。ベヘモスハートとクイーンズコロネットを使用してることからの名称ですかね。要するにイカルガの動力。効果はエネルギープラス100。自分ターン開始時に最大エネルギーの 20% を回復します。エネルギー回復中プラス最大値の底上げ。これが基本としてついてる時点で意味わからん。大量にエネルギーを消費するなら大容量にして大量にエネルギーを回復させればいいじゃない。イカルガとはそういう機体です。そして最後。高機動回避。気力130以上で発動し、敵の攻撃を 40% の確率で完全回避します。要するに分身。いつもの。最低最悪の特殊能力です。存在をゲームから消した方がいい。でも自分だから許す。最高。ということでイカルガとエル君の固有能力でした。ちなみにイカルガをスパロボ的に簡潔に説明すると、射程の長いビルバインがダブルゼータ級のマップ兵器を持ってて毎ターンエネルギーが回復する。そんな機体です。改めて言葉にすると何言ってるんだこれってなるな。でもそういう機体なんです仕方ない。重たい攻撃です。子供向けのテレビ番組みたいですけれど、戒めの風で子供向けのとか言わないで。あかねくんが切れ始めるからそこまでだふーちゃん。ということで何にもステージに触れてませんでしたが、怪獣とシルエットナイトが押し寄せてきています。シルエットナイトは射撃武装だとダメージが通りづらいので、格闘武装で攻撃していきたいところ。そしてここで役に立つのがレイアース。赤い稲妻とかこの辺全部格闘属性なんですよね。なので実は対シルエットナイトがめっちゃやりやすい。SP 回復をヒカルに要請した関係で毎ターン必中が使えるので、レイアースを中心にスーパー系で攻撃して一気に HP を削っていきましょう。なおティラン島に接近するとメイスでぶん殴られるので、圧死活気は離れ気味で。怪獣相手に防御シールド全開で戦うのが丸い。さてそんなわけでもう一体のこちらのシルエットナイトである、センドルグについて。センドルグは2人乗りのシルエットナイトで、足が4本のケンタウロス的な機体です。
上半身と下半身をそれぞれ別で操っているので、二人乗りです。なおすぐに一人乗りに改造した後継機のセンドリンブルが出たので、出番はほぼなかった。スパロボ30では操縦者交代というコマンドを使用することで、メインパイロットとサブパイロットを入れ替えられます。援護攻撃を持ってるキッド、援護防御を持ってるアディといった形なので、切り替えながら戦いましょう。仕掛けるぞアディ。オッケーいくよそっから動くんじゃねえぞ。アディ、もう一遍行くぞ。ーオッケーとどめだ。ナイス回避だアディ。魔力の精密操作は得意なんだから。人狼騎士団に続いて勝負は一瞬そこ。ちょっと海ちゃん。ネタ要員としての自覚が出すぎてて困る。でも今のみたいな作品の枠超えた援護時セリフは大好きだからもっとやってくれ。ところでツェンドルグですが、機体の構成上当たり前なことに飛べません。そしてそもそもが人馬騎士なので、基本槍での突撃です。なので空に対して最悪に弱いです。まあ当たり前。使うなら A アダプターあたりが必須ですかね。ちなみにツェンドルグでミッシレジャベリンは使っていないので、センドルグプラスセンドリンブルって感じのオリジナル機体です。二人乗りになるし、パイロット切り替えとかで特徴付けられるので多分この形が一番いい。さて色々やってきましたが、これでブライト艦長がレベルアップ。レベル10になったので、必中を覚えました。ついにブライト艦長一人立ち。これからは自分だけで攻撃していけます。ここまでサポーターはブライト専用みたいなところあったんでね。これからはいろんな人でいろんな効果を使いつつやっていくと思います。サポーターも内海&立花みたいに縛りに全触れみたいなのもいるから、入れ替えが発生してきます。だってさ、茜くんよかったね。ウルトラシリーズは守備範囲じゃなかったけど知識は持ってる。すごいわかる。ガンダムとかスーパーロボットとか大好きマンで、仮面ライダーとかウルトラマンとか特撮周りは疎いけど一定の知識はあるもんな。わかるわかる。L 君見てると完全に自分にダブるんだよな本当に。彼は本気で言っています。全力で遊んだ結果、やばい戦力を生むことってあるよね。覚醒上がりの分際でのこのこと出てきて、そこかい。ダメ L 君は絶対に守るの。卑怯な剣使わなくても強いじゃないの。銀王騎士団長としてあなただけは見逃せない。出力を限界まで上げます。逃がしません。魔獣版風情じゃこの程度だろうね。とりあえずイカルガの立ち姿がかっこいい。ちなみに L たちのいた世界では魔獣と呼ばれる獣がいます。魔法が使える獣なので魔獣。フレメビーラ王国は基本シルエットナイトでこれの対処を行っているので、魔獣版なんて揶揄されることもあります。なんならナイツ&マジックは L のシルエットナイト開発と魔獣戦闘がそれなりにメインで、ジャローデク軍との戦いって割と後半ちょっとのお話なんですよね。フレメビーラ王国自体が関わってるわけじゃないしね。これのせいもあるからか、スパロボ30だと登場キャラも限定的な参戦なのでちょっと残念です。レイアースとかダンバインあたりと一緒にスパロボ EX 的なのやりませんか？待ってます。そんなわけで怪獣が筒時代から出てきました。
なんで出てこれるのかについては、まあ、アレクシスが頑張った。アレクシスちょっと頑張りすぎ。さて残りですが、シルエットナイトはケルヒルトのみ。怪獣はまだそれなりって感じです。なんかでバダダンがビームじゃなくて格闘ばっかりやってきたので、イズルと玉木がクソギリギリな感じになってました。おとなしくビームを撃て。あの格闘空適正 B じゃなかったら落とされてたな。そんなわけでこのステージのボスはケルヒルトのティラン島のみ。前回から単純にイノーバがいなくなったので、楽です。前回戦った時同様、ケルヒルトは底力を持っていません。なので適当に必中かけて高火力で殴ればそれで OK です。精神コマンドさえ使えれば楽よりのボス。ところでなんでケルヒルト底力持ってないんですかね？この人をイタチ的に絶対底力持ってる人でしょうに。アニメだけだとちょっとわかりにくいですが、だいぶ壮絶な人生歩んでます。ナイツ&マジックはアニメだと飛ばされたりした細かい設定だったりが多いので、個人的には小説、もしくは漫画版あたりを読んでみるのがおすすめです。なんならアニメでそんなにハマらなかったけど、漫画読んでドハマりした人です。アニメ12話しかないと設定周りを説明する時間が取れないからなんか薄味になっちゃうんですよね。なんなら魔法周りの説明とか、幼少期の頃のこととか、個人的に好きだからもっとやってほしかった。さて話を変えてこのゲームでのナイツ&マジックのキャラの話ですが、エル君は底力を持っておらず、きっと、アディは底力を持っています。ご存知の通り底力はこのゲームで最強なので、リアル系でも底力の有無は大事。縛りの都合上、もともと持っていないキャラはできても底力レベル2までしか上げられません。ぶっちゃけレベル2じゃさすがに。これがどう響くかって感じはある。ちなみにセンドルグですが、盾持ち、シルエットナイトでダメージ軽減。きっと、アディの底力でさらにダメージ減ということで、実はこの縛りでの適性が高いです。機体がちょっと弱いっていうところはありますが、ぶっちゃけ海ちゃんよりはよっぽどいけると思ってる。確率適性が S なのもポイント高いです。内海サポートを頼む。おお、任せとけ。敵の動きを止めた。いっけグリッドマン。さて改めてデバダダンと戦闘してるけど、こいつら強くね？射程が長いのが想像以上に厄介です。あとアッシュで戦闘するとき格闘してくるな。地味に射撃武装3000向こうも厄介です。今後走行とか上がっていったらマジでめんどくさそう。なおもっとめんどくさい怪獣が出てくる模様。さてこれで残りはケルヒルトとグールギラス1体です。こちらは精神コマンドがだいぶ余っているので、もろもろ使って殴ればどちらも余裕でいけるでしょう。片方ずつやる必要も特になさそうなので、ボス戦できそうな人はケルヒルト、それ以外はグールギラスと戦闘していきましょう。当てられるけど当てたら落とされましたゲームオーバーが一番怖い。一応このステージのケルヒルトは L を狙ってきているみたいなので、常時隣に援護防御できる機体を置いています。まあ直感使ってないから攻撃は当たらないし、射撃武装だからほぼ効かないんですけどね。イカルガはソーデッドカノン高出力を撃つ砲台役として戦うのが丸そう。底力ないから2発狙われたら落ちるって考えると、ドライストレーガーの隣から離れられる気がしない。ということで早速ケルヒルトを殴っていきます。行くぜハヤト弁慶と今は一人だったな。ゲッター戦を直接ぶち込んでやる。
違いすぎるじゃないか。走行に頼るから動きが鈍くなるんだよ。遅いんだよ。そら少しは面白くなってきたじゃねえか。本当にパワーが違いすぎた。一発で半分持っていってくれるゲッターの安心感よ。そしてグリッドキャリバーエンドの弾がありませんでした。泣く。今のグリッドマンはキャリバーさん以外がまだ合流していないので、依存度高すぎる。弾数管理しっかりせんと。そして相変わらず分析使い忘れ。こういうあんまり気にしないでもいけるだろみたいな時ほど忘れがちなので、気をつけます。殴る前には分析、殴る前には分析。なおこうやって思ってても、プレイする時には大体忘れる。あと脱力とか、本当に忘れる。シルエットナイトはマジックナイトが相手をするぞ。やるよレイオス。私らにはね、もう後なんてないんだよ。小娘に残酷な現実を教えてやろうかね。遅いんだよ。さっさと消えな。ひどいことするな。やっぱりケルヒルトさんキャラ良いわ。なんかこう、いろいろ現実知ってやさぐれていった敵キャラしか取れない栄養ってあるよね。ちなみにこのケルヒルト、本来はテラン島には乗ってません。その結果ケルヒルトがテラン島乗ってるのが新鮮だったという理由から、漫画版作者からケルヒルト専用テラン島なるものが書き起こされたりと、まあなんというか色々愛されてるキャラですね。まさか本編で専用機持ってるやつの専用機が作者による二次創作で作られるとか誰が思ったか。ジャローデク、ここでも剣を向けますか。イカルガの本気をお見せしましょう。最大出力で発射。私としたことがなんてざまだい。ということでケルヒルトを撃墜。さすがに短期だと楽勝です。ケルヒルトはテラン島開発経緯となった元の機体を盗み出した張本人です。なおその際に借りを負ったエドガーやら D やら諸々の人は誰も出てきません。なんで、感覚的にはゼータガンダムが参戦してるのにエマさんがいないみたいなそんな感じ。敵も味方も含めて参戦キャラにちょっと不満があるのがスパロボ30のナイツ&マジック。まあでも、スパロボの初参戦って割とこういうのあるあるなんでなんとも。主人公の強さの部分はしっかりしてるし、十分といえば十分ではある。目の前の相手に集中します。緑の切符。ということで最後のグールギラスはなんとなくフーちゃんで撃墜して終了。1000件覚えるところまでレベル上げたい気持ちある。ということでイルくんですが、わかりやすく言って異世界転生者です。転移じゃなくてちゃんとした転生。まあこういう人ですけどね。でも気持ちはわかる。
ダービドとバトソンですが、一応種族はドワーフです。そういえばそんな設定あったわ。あまりにも触れられない上に、人族以外がほとんど出てこないから。プログラマーが魔法世界に異世界転生してロボットを作ってみた。まあ要するにそういうことなんですが、あの世界の魔法は術式を組んだりとかなんだりで、プログラマーがスクリプトを組むのと非常に似てるらしいです。プログラマーでロボットオタク、おかしいな。なんかあまりにも他人のような気がしない。これが本音です。建前、正義のために。本音、かっこいいロボットと一緒に戦いたい。他の人たちは異世界の住人なので、もちろん宇宙とか知りません。この反応チャムファウ以外で見ることなかなかないな。ハイペリオンとバンプレイオスかな？ SRX はいるし、そのうちやってのけそうなのが怖い。そういうわけでサポーターにメカニック2人が追加されました。パッシブもサポーター効果も優秀な2人なので、出番は大いにある。ということでクリアです。シルエットナイトは機能もりもりなので色々使いやすいです。縛りに耐えられるかどうかは、やってみないとなんともですね。そんなわけで今回はここまで。チャンネル登録や動画の高評価、Twitter のフォローなんかしていただけると泣いて喜びます。それでは、ご視聴ありがとうございました。ついに僕たちがスーパーロボット対戦に参戦してしまいました。ロボットの美しさ、ロボットの力強さ、それら全てが詰まった至高の世界。僕はその奇跡の舞台に立っている。これほど嬉しいことがあるでしょうか？いえ、ありません。なんつうか、こうなるんじゃねえかと思ってはいたけどさ。やっぱりこうなっちゃうよね、エル君は。プレイヤーの皆さんも僕たちと一緒にスーパーロボット対戦の世界を堪能しましょうね。